へこれが噂の万博のサウジアラビア艦か。歩兵サンゴ礁にサウジアラビアは力を入れているのか。確かサンゴは英語でコーラルとか考えてたのは世界中で僕だけだったと思うのだね。いや、意外とみんな思ってそうですけどね。さて今回はそんなコーラル兵器のウィービル君なのだ。ゾウムシじゃないですか。そうだよ。この機体も3バリエーションあるためちょい長くなるかもしれないのだ。さっさと行きましょう。了解なのだ。じゃあ武装紹介していくのだ。まず1体目は普通のグレネードキャノンを持っているタイプなのだ。このタイプしかいないと思ってました。ストライダーを襲ってるのは全部このタイプなのだ。他は技研都市ですか。まずメインアームのグレネードキャノン。これ強いんですよね、なかなか。火力、衝撃力、連射力ともになかなかの性能なのだ。次は2連ライフル。これは全バリエーション共通の武装ですね。まあ普通のライフルなのだ。リリ削りにはいいのでは。そしてこれも共通のミサイルなのだ。こんなに出てたのですか。10連 ×2 だそうですよ。発射口は15連くらいあったような気がしますけどね。なんかいっぱい出すこともできるらしいですよ。今度は15連以上で出るような。あまりスコラ当たりを気にしてはいけないのかもしれないのだ。おそらく没データでしょうね。そしてキックなのだ。出た。オラなかなか強いのではないですか。まあちょっと当てにくいんですけどね。結構移動しますからね。でも大丈夫。短距離キックもあるのだ。この機体って短距離キックとかあったのですか。全然知らなかったです。僕も動かして初めて知りましたね。こっちの方が使いやすい気がするのだ。まあ適材適所というところで。お次はクソデカグレネードキャノンタイプなのだ。アンチマテリアルライフルですか。武装的には着弾後に小さい爆発が起こるのだ。普通のグレネードキャノンの方が強そう。それは思います。そして最後はクラスターミサイルタイプなのだ。何知らないです。いた。なめちゃダメよ。ニードルミサイル。正直言ってこれ最強武器です。いや、こんな武器ありました。垂直ミサイルモードも使えておそらくこっちがメインだと思うのだ。こっちはまだ現実的な火力してる気がしますが、さっきのはちょっとおかしい火力してましたね。本編でも使われた記憶が全くないのだ。これもボツかもしれないのだ。さあ武装紹介も終わったので戦っていくのだ。今回の相手は HC 疾風機体さんです。ちょっときつくないですか。こいつを舐めてはいけないのだ。封鎖機構の新型だろうが危険とコーラルの前では無力。それを教えてあげるのだ。ではカウント3、2、1スタートなのだ。さあ HC 執行機体 VS イービル。ミサイルの圧倒的弾幕と機動力を見ろなのだ。レーザー当たってないですね。確かに。まあ当たってもこの機体の EN 防御力は化け物。効かないね。そして通常ミサイルと垂直の合わせ技 HC 執行機体。貴様は死んだ。もう AK だ。あとは虎のポーズだけになってしまったのだ。さよなら。消えちまったぜ。これは人間が使うと化ける機体でしたか。まだまだこのウィービル上を目指すことができると確信したのだ。なるほど。これは前哨戦なのですね。その通りなのだ。さあここからが本番なのだ。より強い強者に会いに行くのだ。次の相手はカタフラクトさんです。やっと面白くなってきましたね。同じ高速地上機体なのだ。しかし相手はほぼ無敵の装甲持ち。真ん中にだけを狙えばなんとかなりそうなのだ。ではカウント3、2、1スタートなのだ。カタフラクト VS イービル。まずは懐に潜り込みたいですね。その通り。戦い方を教えてやる。キック。さらに追撃ニードルミサイルなのだ。牛半分削れた。強すぎません。これがボツになった武器か。いやわかんないですけど。実は画面外で売ってるのかもしれないのだ。意外とそういうの多いですからね、このゲーム。さてカタフラクトの AP はなんと残り4割。だがカタフラクトの AP 自体は38200とこのウィービルの AP9550 の4倍。しかもこのダメージでかすっただけで死ぬ圏内です。そしてキックを外しまくる僕。無理にキックしなくてもちょうど垂直ミサイルの特攻ですし。いけるこの火力。強いですね。カタフラクト貴様を倒すのだ。次のスタンガーからの弱点攻撃に落とせそうです。行くぞミサイル3連射。いけます。レッドキックにしようか。いやでもミサイル最大のチャンスを逃しました。これまずいしな。終わりました。なめてんじゃん。ネードなのだ。決まった。まだ勝ってないですよ。こちらの残り AP 1000以下。ちょっと慎重に行かなければいけないのだ。まだだウィービル動くのだ。いける。ミサイルをかわして。これで終わりなのだ。よく勝ちましたね。実は15回目の調子なんだ。爆風で飛びましたね。びっくりしたのだ。でも大丈夫。この機体飛べるから。実は飛べる。あまり知られていないですね。しかしこの機体強いな。まだまだいける気がしてきたのだ。まあ強いのはミサイル機体だけでしょうけど。それはそんな気がしますね。確かに。
さてさらなる上を目指さざるを得ないということで最終決戦を決行するのだ。最後の相手はアーキバス・バルテウスさんです。なんかこの人最近ずっと相手させられてません。いい感じに強いからしょうがないのだ。しかしさすがに厳しい気がしますね、この機体相手は。僕は通常バルテウスよりはまだ可能性があると思うのだ。ミサイルは避けれないですからね。それが少ないプラス EN 武器に耐性があるこの機体があるいは。そういうわけです。ではカウント321スタートなのだ。おーいくぞイービル、そんなレーザー当たんねえよ。俺たちは必ずあいつに勝てるのだ。垂直ミサイル、通常ミサイル一斉発射、バリアを割れ、そしてニードルミサイル、さらにキック。相手がでかいからミサイルが刺さりますね、意外と。これを見越していたのだ。さらに相手の攻撃のダメージをまるで感じない。利権性のボディは EN をよく弾くのだ。あと機体が小さいのでプラズマが効かないですね。アイリスとかだと多段ヒットしてしまうのですよね。スピードも速いしね。しかし上空のスタッカーは追撃しにくいのだ。来た方がなんか虚しいです。この武器はこれからの戦いには全くついてこれない。一応撃ってるけど。やはりミサイルです。冷戦、遠雷戦、そしてルビコンでのミサイルは最強です。ミノフスキー粒子の開発が急がれるのだ。今一瞬かすったミサイルだけで一気に2割ほど削られました。やはりすぐバルテウス相手だったら何もできなかったでしょうね。多分重量持たなかったのだ。さあアキバス・バルテウス君の第2形態アサルトアーマーに注意なのだ。実はこれで何回か消し飛ばされてますからね。来るぞ大技が足でかわすのだ。おお、吸ったか吸っただけで動けたのだ。スピードを封じられるのが一番きついです。なんとか AP50% で耐えたのだ。今度はこちらの番なのだ。ミサイルカーニバルなのだ。オラオラオラ、垂直ミサイルでスタッカーなのだ。いける、ビッグチャンスなのだ。そっち、もっと強い左足の方を使うのかと。エアちゃん、あんな隙の大きい攻撃ができると思っているのだ。ここまで来て負けるわけにはいかないのだ。なるほど。わーい、泡が溶けてなくなったのだ。遮蔽物が。止まるな。止まったら負けるのだ。怖すぎる。もっと懐に潜り込んだ方がいいですね。相手は真下には攻撃できないですから。分かったのだ。アンサーズンだ。空中でスタッカーするんじゃないのだ。受けるのはズルなのだ。この機体がもう少し射角が取れれば。距離を取ったのだ。まずいプラズマソードが来るのだ。これ避けれないです。死んだ。あれ意外と大丈夫なのだ。あの大桜ってこのヘリ、アーキバスバルテウス相手なジャガーノートとかよりも AP 多いことになりますね。これがボス機体特有の認識防御力ですよ。これがボスなのか少し疑問ですがね。華麗にミサイルを避けてスタッカー。終わったな。おりゃー、なんでやねん。これ決められないのはさすがに格好悪い。というか調子乗ったのだ。ここまで削って再戦など断固断るのだ。全ミサイル、段数を気にせず突き尽くすのだ。まあ無限ですけどね、ダンスは。しれっと舞台裏湯の嫁でもらっていいですか。ボスが細切れしたらいろいろと問題が起こりますから。ミサイル撃って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 なのだ。絶景ですね。ミサイルの軌跡が美しいのだ。さあもうすぐバリア割れます。おお、これで決めるのだ。相手の AP 残り1枚。ヒバレリービル、プラズマをジグザグで回避してミサイルを叩き込むのだ。ちょっと操縦上手くなってて笑います。おー、ラストミサイルが撃ったのだ。まずいレーザーやられる。その前にミサイルが届いて終了です。やってやったぜアキバス・バルテウス。勝利の踏んづけをしちゃうのだ。これはバッドマナー。宇宙、まあ監視をして乗れないのですけどね。なるほど。今回はウィービル組んで遊んでみたのだ。ミサイルが強かったですね。他の機体ではおそらく HC 執行機体にも勝てない気がするのだ。バンウィービルの超スピードがミサイルとよくマッチしているということですね。やはりミサイルは最強ということなのだ。その通りです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価してくれると嬉しいのだ。